南海電車と南紀観光。南海電鉄の南紀直通列車といえば、キハ50号を使用した急行紀の国のイメージが強いですが、実はこの乗り入れ列車は戦前からありました。今回は戦後復活した南紀直通列車に使用されたサハ4801のお話を中心にさせていただきます。南海電鉄と南紀観光宣伝編。南海電鉄による南紀乗り入れは古く、昭和9年まで遡ります。昭和11年2月1日に吉野熊野国立公園として南紀地域が指定されると、関西の奥座敷と言われた白浜温泉は鉄道を使って行ける場所としてさらに人気を集めるのでした。調べてみますと、昭和9年11月から南海鉄道、当時の名称ですね、難波駅と阪和電気鉄道阪和天王寺駅から黒潮号と称する直通列車が下り白浜方面は土曜日、上り難波方面列車は日曜日に運転されていたそうです。この列車は好評で、昭和10年には毎日運行の定期列車となったそうです。この時、南海電鉄の方は国鉄の車両を借り入れての乗り入れが行われていたそうで、暖房方式は当時としては珍しい電気暖房を採用していたそうです。電気暖房プラススチーム併用の客車を借り入れたそうです。こうした取り組みも太平洋戦争前の昭和15年には中止されてしまいます。サハ4801という客車ということでお話をさせていただきます。紀勢本線乗り入れ復活は昭和27年6月28日で夜行列車として復活したとされています。この際、サハ4801と呼ばれる緑の客車が投入されます。阪和電鉄時代のサハ3801を街道ということで、スハ43に準じた車両で、内装は基本的には当時の国鉄の最新型、スハ43に準じたデザインでした。外観は南海グリーン一色で、出入り口付近に南海の文字が入っていました。で、右のね、イラストのイメージになります。車体はね、国鉄のスハ43型と同型ですが、南海本線ではすでに最後尾に連携されるため、尾灯が設置されていたほか、車内は蛍光灯、座席背もたれ部分には白色の枕カバーが設置され、国鉄の車両よりも高級感を漂わせていました。この車両ですね、製作されたのは、帝国車両、ね、堺に当時あった帝国車両の方で製造されています。台車は種車のものを利用したため、当初は TR14 型相当の台車が、その後はですね、TR64 相当の TR51N 型台車に履き替えています。ちょっとマニアックですけどね。夜行列車で新宮まで乗り入れ。昭和28年2月の時刻表を参照しますと、当時の運用は往復とも夜行列車として運転されていたことがわかります。108列車難波発21時50分、新宮は5時54分着。107列車新宮発22時、難波着は5時55分。詳細な時刻は省略しますが、単純に編成いると思うのですが、国鉄型の車両から借り入れも行われたのでしょうか。ということで、他にも週末運転で黒潮っていうのが運転されています。3400列車難波発13時45分、白浜口着は17時49分。同じく3401列車14時54分、難波着は18時40分で、こちらの方ですね、実は3400列車は土曜日運転。で、3401列車っていうのは、日曜日ですね、運転されていたそうです。この運用も客車ですので、国鉄から車両を借りたのか、もしくはサハ4801を使っていたのか、ちょっとわかりませんけども、どちらかと思われます。時刻の変遷、昭和31年、昭和33年ということでね、見ていただこうと思います。昭和31年12月の時刻表を参照しますと、列車自体は確かまで延長運転していますが、南海の車両は新宮で切り離しになります。122列車難波発21時50分、新宮着は5時30分。同じく121列車新宮発が22時、難波着は5時37分。と少しだけ早くなっています。さらに、昭和33年10月の時刻表を参照しますと、122列車難波発は21時50分、新宮着は5時25分。121列車新宮発22時、難波着は5時37分ということで、
で新宮が少し早くなり、終末準急黒潮の南海からの乗り入れはなくなっています。ただ、和歌山市東和歌山間に区間列車が運転されていますので、南海からの接続は図られていたように思われます。時刻の変遷で昭和34年、紀勢本線電通ということでね、お話をさせていただこうと思います。昭和34年7月の紀勢本線電通時の時刻表を参照しますと以下のようになっています。121、122列車は911、912列車と列車番号が変わります。912列車、ナンバー発21時55分、新宮着は5時16分。911列車、新宮発は22時08分、ナンバー着は5時57分。122列車の続行で走っていた124列車、天王寺22時15分発、新宮着5時45分は、準急列車早玉110列車として、天王寺発23時、新宮着は5時30分着で運転しています。昭和34年からは、国鉄型キハ55に準じたキハ5501並びに両運転台のキハ5551が同部されることになり、サハ4801は南紀夜行専用列車となりました。なお、南海線内の同列車の停車駅は以下の通りとなっていましたということで、昭和35年6月改正のね、時刻表から一応抜粋しています。難波、堺、泉大津、岸和田、貝塚、泉佐野、和歌山市ということで、ね、一応線内は特急扱いとなったようです。特急といってもなんか昔のちょっと前の急行みたいなイメージなんですけどね、特急扱いだったそうです。時刻の変遷、昭和36年変則運用を開始。昭和36年3月には全国ダイヤ改正が実施されることになりますが、このダイヤ改正で運用が変わります。912列車、難波発22時07分、新宮着5時16分。となり、次になる913列車は機動車の設定になっています。このままですと、南海の乗り入れ客車が帰ってこれなくなりますので、下記の列車に並行されて難波に戻るようになります。南紀2号307列車、新宮発9時05分、難波着15時14分。これにより、サハ4801 1両で基本的には毎日運用に入れるようになりました。もっとも、検査などの場合は、国鉄から車両を借り入れていたようです。なお、サハ4801は昭和47年の南海電鉄難波駅改良工事の際、木回し線の撤去がなされることから、そのまま廃車となっています。最後までご覧いただきありがとうございました。宣伝からついた南紀方面乗り入れは昭和59年まで続けられますが、その主力はキハ55に移り、サハ4801は脇役になってしまいました。サハ4801は当時の国鉄型客車よりも数段豪華に見えたものでした。私も一度だけ和歌山駅で見たことがありますが、緑色の見慣れない客車で出入り口に南海と書かれた文字を見たときは、一瞬何が来たのかと目を疑ったものでした。もうかれこれ50年以上前のお話です。次回はキハ5501、5551の話を中心にさせていただきます。